人パパシェナ。皆さんこんにちは、二人パパのみっつんです。ここスウェーデンでは10月4日がシナモンロールの日ということで、今日は息子くんと一緒にスウェーデンのソウルフードふっかふかのシナモンロールを焼いちゃいます。息子くんが発する美味しくなる秘密の呪文にもご注目。もちろんレシピもご用意していますよ。そして最後はそれをリカパッパの職場にお届け、最後までお見逃しなくということでいきましょう。今日は二人パパのベーキングシナモンロールの日。ちゃんと詰め切らないと生地が爪の中に入っちゃうからね。こねるから手で。ということで2人が爪を切ってる間にシナモンロールの日についてお話ししましょう。スウェーデンでは1年を通して食べられるシナモンロールなんですが、1999年ヘンバークニングスローデットというホームベーキング協会が創立40周年を記念して10月4日に制定しました。スウェーデンはこの秋の時期、雨や曇りが多くて家にこもってうつうつとしがちなので、こういうイベントがぴったり。それでこの時期にしたのかな。粉欲しいよね。粉欲しいね。でもちょっと待って、まだいろいろ準備しなきゃ。エプロンもつけなきゃいけないし、僕のエプロンもね、今日あそこに出してあるよ。自分でつけれる？ Du vill inte ställa åka i det. Vem har varit lite kyla eller うん、でもなんかすごい、こっから後ろに来てるけど、ここはパパ結んであげる。ポケットに何か入れたいの？息子くんもベーキング慣れてきてて、ポケットにタオル欲しいって言われました。そして三角巾もつけましょう。Vilken bok pappa? ねえ、今から作るんだよ。Vilken alutomater? ないよ、今から作るんだよ。ということで準備完了。早速材料を出して、まずは分量を測っていきましょう。今回のシナモンロールのレシピは、売ってる小麦粉のパッケージにも書かれてるレシピを使います。材料はこんな感じ。概要欄にも書いておくので、そちらもご参照くださいね。二人パパ。さあ、じゃあデーゲン作るよ。準備は OK？ イエーイ。最初はこの牛乳、うちはソヤミルクだけど、これを温めて37度ぐらいにまで温めます。うちは温度計を使ってますが、指入れて人肌だったらそれでも OK。 じゃん。何する今？ノリノリだね。その間に生イーストをボウルにちぎっておきます。あれみたいな、粘土みたいなね。ちょっと待って。そう、ちっちゃくして。なんで溶けやすいから。tål största åker. De hur ni isto aceton nästan i torkar そう、ちょっとだけ温めた方がイーストがいい気持ちだなって言ってよく膨らんでくれるんだって。なんで？よし、もういいかな。もういいよ。じゃあこれ入れます。そして崩したイーストに温めた牛乳を注いでかき混ぜます。これでさ、そーっと混ぜて。もうちょっと早く、こぼれないように混ぜてくれれば何でもいい。そう、ちょうどいいと思う。すごい上手、本当に上手。イーストがだいたい溶けたら小麦粉以外の材料を入れて混ぜていきます。おお、大きいバットだからそんな感じ。あ、準備がいいですね。ポケットに入ってたね。あとはこれがさっき測った砂糖と塩とカルダモン、これも入れて。全部。今砂糖や塩と一緒にカルダモンパウダーも入れたんですが、これを生地に練り込むのがスウェーデンのシナモンロールの特徴の一つ。カレーやコーヒーにスパイスとして使われるカルダモンですが、スウェーデンでは他にもセムラと呼ばれる菓子パンやクッキーなどにも使われるほどお菓子作りにも大切なスパイス。焼くと香りが立って美味しいですよ。それをまた混ぜて、そう、潰しながらね。上手じゃん。美味しいタネなるたな。じゃあ美味しくなれって言ったら美味しくなると思うよ。いいのから多分美味しくなるたな。そしてここに小麦粉を入れていきます。全部入れる？全部入れない。小麦粉は今回 800g 使うんですが、少しだけ打ち粉用に残しておきます。Vilken pappa tajta tog i överlastning när du tar med. I överlastning ね。そう。I överlastning. 一回パパやっていい？と、ミツパパが始めたんですが、一回僕もやってもいいですかい？いいですよ。じゃあパパこうやって持ってるね。いいじゃなるでしょうかい？ね、もっとグーって混ぜていいよ。強く混ぜていいよ。でもちょっと
ちょっと粉が飛ぶな。よし、一回最初パパやろうかな。後でそれやってもらうから君にも。今 D ちゃんになった。本当だね。重たくなってきた。そして生地がまとまってきたら手で10分ほどこねていきます。そうやってそう。最初はボウルの中で。そうやって僕やらない。いいよ、じゃあ一緒にやろうか。こうやってこねていくとだんだんくっつかなくなる手に。すごい上手。そうよし、じゃあ次みつパパやっていい？いいよ。こね始めはこんな感じでかなりベトついてるんですが、こうやってしばらくこねていくとボウルにも手にも生地が残らずに一つにまとまっていきます。僕の番。はい、僕の番ね。こうやっておいしくなる。おいしく息子くんいっぱい美味しくなる呪文を唱えながらこねてくれてます。おいしくなる。見てみんな、この穴。ほら、虫ピスの耳みたい。ミッキーマウスみたい？そしてボウルから出して台でしっかりこねていきます。僕やらなる。で、最初はやらせてあげたんですけど、だいぶくっついてますよ。ちょっと早くしないと。次見せますね。生地をこねるのって粘土遊びみたいで楽しいよね。今度僕やりだす。ちょっと待って。なんか順番ね。ちょっと待って。次はあなただよ。もうその前にみつパパもちょっとだけやりたいよ。この後しっかり10分ほどこねたんですが、最後は息子くんに仕上げをしてもらいましょう。大きいけんなれよ。大きいおいしくなるいけんなれよ。お、いいね。いいね、上手だね。しっかりこねてるね。いいですかいいですよ。じゃあ次みつパパね。そして生地にしっかりと弾力を感じ、表面が滑らかになってきたら、継ぎ目が下になるよう軽く丸めてボウルに入れて発酵させていきます。僕入れたい。このままね。このボウルに入れた生地に清潔な布巾をかけて30分ほど置いておきます。そして発酵を待つ間、中に入れるシナモンフィリングを作っておきましょう。室温に戻したバターにシナモンと砂糖を入れて混ぜます。それだけ。ちなみにみつパパはこのフィリングがたっぷりめなのが好きなので、元のレシピの 1.5 倍の量で作ってます。時間差になったよ。色が変わったってこと？色と変わった。いい匂い。いい匂いだね。バターとシナモンと砂糖だもんね。美味しくないわけがない。上手にトントンするようになったね、君。これは砂糖が溶けきらなくても大丈夫。焼くときに溶けちゃいます。どうしよう、今なんかやることなくなっちゃったね。踊る？ No。 OK。 じゃあ何する？ピなるまで朝はOK。 何して遊ぶ？じゃあビーラン。ビーラー OK。 ということで発酵を待つ間、ちょっとお遊び。発酵が終わったんじゃない？見に行こうか。僕一人で？どうなった？大きくなった。すごい大きくなったね。取ったらビンビン溶けました。本当だね。いい感じに膨らみました。この生地、一度ガス抜きをして成形をしていきます。これどうやってやるか知ってる？ガス抜きはパンチするんだよ。グッそう大きいガスをこれで抜きます。そしたら小さくならない？ナイス。小さくなるよ。でもいいんだよ。また後で大きくなるから。ガス抜きをした生地を軽く打ち粉をした台に置いて、その生地をスケッパーで4分の1にしていきます。この大きいデーゲンから今日は40個作るから、まずは4つに分けて、その後で10個に分けます。ちょっと待って。パパ、分かった。ちょっと待って。ここにパパが一回線を引いてあげるから、はい、この線に合わせてギュッて押してごらん。こんな感じで大きな生地を4分の1ずつカット。それぞれを軽く丸めて、そのうち3つはボウルに戻し、1個ずつ作業していきます。今何しよる？今は軽くこれをまとめて、
丸くなるね。軽くね。軽くね。ちょっと待って、くっついてるから。ちょっと待って、ストップ。ここからはくっつかない程度に打ち粉をしていきましょう。そしてこの生地を横長の長方形に綿棒で伸ばしていきます。どうやって？早くしないとくっついちゃう。早い、急に。OK、いいね、いい。すごいいいよ、でも。はい、今度こっち向き。OK、均等にね、今度は。こっちは薄くて、こっちは分厚くなってるでしょ。僕やってもいいんですか？いいよ。とまあ、やらせてみるものの、くっついてるくっついてる。でも、打ち粉はさ、あんまりしたくないんだよね。くっつきたくないけど、打ち粉はしたくない。いい大きさよ。いい大きさね。いいよ。これぐらいでいい？今何する？パパの手が2つぐらいだね。ここに先ほど作ったシナモンフィリングを塗っていきます。これも4等分にして4つに分けて使います。はい、じゃああとこれ使って全体に伸ばしてください。こうやって。そうそうそう。この時ちょっとポイントがあります。でもここはちょっと塗らないで。なんで？最後巻いた時に飛び出てきちゃうから。これトントン。巻くすごいじゃん。でもそっちからじゃないよ、逆よ、逆。手前から奥に向かって巻くと上手にできる。すごい上手じゃん。こっちもね、ちゃんと一緒にこっちも。そう。ハモの特許でこれやったからわかる。わかるね。1年前にやったこと覚えてるってすごいよね。やっぱり端っこが細くなりがちだからちょっと形を整えて、もうね、結局ね、後で意外といい感じになるんだよね、いびつになっても。これを10等分にするんですが、息子くんこれを切るのが好きなので、さっきと同じようにミツパッパが先に切る場所に線をつけておきます。この線に合わせて切ってな。一気にガンってやるんだよ。そう。ほんとなかなか様になってきた息子くん。切るのは任せて、その間にミツパッパは型紙の用意をしています。そしたらここにこのカップ引いたでしょパパ。この切り目があるでしょ。こうやって上にして入れていってください。これね、ちょっと型紙にうまく収まらない時もあるんだけど、でもいいよね。いいね。ちょっとぐらいずれてもこれ膨らむからも。断面さえ上にしとけばシナモンロールになるはずです。ということで最初の10個ができました。これにまた清潔な布巾をかけてベンチタイムとして40分置いておきます。そしてこのタイミングでオーブンを225度に予熱。その間に残った生地を成形していきましょう。そうすると全部の生地が成形し終わった頃に一番最初の10個から順番に焼いていけるというわけです。ブラまだあと2つあるからね。ところがここで息子くん抜いて。大丈夫？疲れた？もう僕やられないね。すごい頑張っていいよ。あとじゃあちょっと休んでていいよ。手だけ洗っておいで。確かに以前よりも随分集中できるようになってちょっと疲れちゃったみたい。この後はミツパッパが仕上げます。今日さ、このじゃあシナモンロールレコパパのとこに持っていく？でもそしたらöverraskningに欲しいといい。ということで一番最初に成形してから40分が経ちました。オーブンもしっかり温まったようなので10個ずつ焼いていきましょう。持っていける？一緒に持ってこう。なんで？はい、一回ここに置いて。もうここは熱いからパパ入れますよ。はい。ありがとう。さあ、ここでミツパパ痛恨のミス。ごめん、とつけるの忘れちゃったパパ。さあミツパパ何を忘れちゃったんでしょうか？今のうちに次の準備しようか。じゃあ美味しくならない。でもそれはそれで美味しいと思うよ。No。すっかり忘れてたわミツパパ。ということでミツパパが忘れていたのは表面に卵を塗ってパールシュガーを散らす作業。残りの生地にはちゃんとつけていきましょう。溶いた卵をハケで薄く塗りパールシュガーを散らしていきます。このパールシュガーのクリスプな歯ごたえがないとシナモンロールじゃないよね。さあそしてちゃんとパールシュガーをつけたやつを焼いていきます。
レシピには5分から10分と書いてあったのですが、うちのオーブンだと7分がちょうどよかったみたい。皆さんもお試しの際はお持ちのオーブンに合わせて調節してみてくださいね。そしてオーブンの中ではシナモンロールが綺麗に膨らんできつね色になり、中のシナモンフィリングのバターと砂糖が溶けてキャラメライズされています。もう部屋中にはシナモンロールの香りでいっぱい。待ちきれません。いい感じ。そして入れ替わりで次の生地も入れていきます。焼き上がったシナモンロールは金網などに乗せて粗熱を取ります。ということでスウェーデンのシナモンロール完成です。完璧。パールシュガー乗ってないやつもこれはこれで美味しそうだけどね。焼き上がったシナモンロールにはこれまた布巾をかけておきましょう。二人パパ。お腹すいてですよ。だからもうそれ開けて。はい、じゃあ開けます。じゃーん。それもけどれ。それがいいの？ OK。おい。どう？美味しい？おいしい。よかったね。すんごいふわふわ。あとカネールがいっぱい入ってるね。僕見て僕のためや。やばい、超うまいこれ。すごい美味しい。僕そんな美味しいの食べてない。初めて食べたってこと？よかった。僕のディエットにいっぱいが買った。そうね、デーゲンいっぱいこうやってやったね。手でやったね。多分ローコン欲しいた。リカパパラーゴも好きだね。これローコン。OK。じゃあそれにする？でもあと多分リカパパの会社に持っていくんだったらリカパパの一緒に働いてる他の人たちにもプレゼントしないよね。OK？ でもいいアイテムじゃない。でもその他の人もいるからみんなでフィーカしてあげればいいんじゃない？そしたらみんな喜ぶよ。でも全部じゃないよね。全部は持っていかないよ。だってお家でも食べなきゃいけないでしょ。だから大丈夫、なくならないから。だからみんなでデーラするとみんなが嬉しいでしょ。一回ごちそうさま。はい、手合わせて。でももう手出しなさい。はい、ごちそうさまでした。二人パパ。さあ、そして残ったシナモンロールが冷めたらすぐに袋に入れて冷凍しておきます。自然解凍してもいいですけど、僕のおすすめは軽くレンジで温める方法。焼きたてのようなふわふわ感が蘇りますよ。そしてこの日はリカパッパの職場に差し入れ、綺麗に包んでフィーカのお時間にお邪魔しました。リカパパの職場の方もみんな美味しいって喜んで食べてくれて、息子くん照れながらも嬉しそうでした。今年の10月4日は日曜日ということで、皆さんもぜひお試しいただき、コメント欄に感想をお寄せください。質問などにもできるだけお返事していきたいと思います。スウェーデン人のソウルフードといっても過言ではないシナモンロール。YouTube で香りをお届けすることはできませんが、ご自身で作っていただけたらちょっとだけスウェーデンに旅行した香りを味わっていただけるかなと思っています。ということで今日の動画はここまでです。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価ボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いできるのを楽しみにしています。ごきげんよう。ヘイドー。二人パパ。